こんにちは、京子ニッツにようこそ。今回はご一緒にリーフ模様のレースショールを編んでいきましょう。このショールは模様を好きなだけ繰り返すことができて、好きなサイズで完成することができるショールです。この黄色いショールとピンクと水色のショールは両方とも中細糸を2かせまたは2玉使って私が編みました。黄色い方は何年か前に編んだものですが、未だに愛用しています。今回作り方をご紹介できるのが嬉しいです。中細糸以外のもっと太い糸でも細い糸でもお好きな糸で編むことができます。どんな太さの糸を使う場合でも糸に合ったサイズの針で編んでくださいね。本動画では中細糸をサンプルとして説明していきます。ここから編み始めて往復編みで目を増やしながら編んでいきます。好きなサイズまで編んだらすべての目を伏せ止めします。編み終わったらブロッキングして形を整えて完成します。ブロッキングというのはスチームアイロンをかけたり他の方法で編み地の形を整えることです。本動画ではウェットブロッキングの方法をお伝えしますね。糸と用具の説明をしていきますね。糸は中細糸を 100g から 200g、糸長でいうと400から800メートル使います。針は日本サイズ5号または海外サイズ 3.5 ミリの80センチから100センチの輪針を使います。完成サイズはだいたい次のようになります。100g 使う場合は100センチ ×50 センチ、200g 使う場合は140センチ ×70 センチ、だいたいのサイズです。それから使うものとして目数マーカーを少なくとも4つ、そしてあとは必ず必要というわけではないのですが、その4つとは違う色の目数マーカーと取り外しできるオープニングマーカーがいくつかあると良いです。動画の中では便利に使って編んでいきます。レースのショールを編むのは本当に楽しいですよ。本動画でご紹介できることにワクワクしています。レースショールを編むのが大好きになっていただけるよう丁寧に説明していきますね。では編んでみよう。では編み始めましょう。まず編み途中のショールを見てください。この黄色の丸の部分から編み始めます。ガーター編みで小さな四角形を編むので、ガータータブと呼ばれるショールの編み始め方です。オープニングマーカーが2つあると便利です。好みの方法で2目作り目します。まずスリップノットを作って、ここでは編み進む作り目の方法で2目作り目します。これが最初の1目になりますね。ちょっとやりづらいですが、1目作ります。2目できました。ここから各段2目表目を7段編んで、ガーター編みの小さな四角形を作ります。ですがまずここでこの動画内で使うチャートの説明をさせてください。画面の下の方に図を出しています。一般的な日本のパターンである編み図は作品全体を一つの図として表しますが、この動画内では部分的な編み方をお伝えするので、この図をチャートと呼びますね。チャートは編み地を表側から見た様子です。ブランクの四角は表目、マイナスの記号は裏目、裏を見て編む段はグレーになっています。各段は矢印と数字がある側から編みます。往復編みで7段ガーター編みを編みます。実質的に編むのはずっと表目になります。
では実際に編んでいきます。1段目、表目1つ、2つ、1段目が編めました。編み地を返して2段目です。表目を2目編みますね。編めました。でまた編み地を返して3段目、表目を2目編みます。1、2、編めました。7段編めたところです。編み地がねじれているので、それを直しながら作り目2つの作り目の糸それぞれにオープニングマーカーをつけておきます。これは後ほどこの糸を拾って表目に編むという工程があるので、その時分かりやすくするためにつけておきます。この辺りの糸ですね。2つの作り目の糸にそれぞれ1つずつオープニングマーカーをつけます。1つ目、もう1つ、こんな感じですね。こんな感じになっています。では次の工程に進んでいきます。まずこの向きに持ち替えてください。そして今矢印の出ているガーター編みの山から1目ずつ表目に目を拾います。ではやってみます。まず針を引いてこの状態で作業します。1目目表目に拾います。拾えました。もう一つ拾えました。2つ目、次3つ目です。3目拾えましたね。そしたらまたコードを引いて、今度はオープニングマーカーに入っている糸から表目に拾います。マーカーを少し引っ張るとやりやすいです。まず1目目を拾います。表目に拾います。できました。2目目を拾います。できました。また針を引いてやるとコードには斜めとなっています。これでガータータブができました。では編み始めのセクションに入っていきましょう。これから編むのはこの三角形の部分になります。目数マーカーを4つ用意しておいてください。これから編む2段分のチャートを出しています。丸の記号は掛け目です。青い線は目数マーカーの位置です。1段目を編むとき、目数マーカーを入れていきます。では編んでいきます。表目を2目、ここで目数マーカーを入れます。
次かけ目表目1かけ目目数マーカーを入れます。そして表目1目数マーカーを入れます。今編んだ1目がショールの中央の1目になります。かけ目表目かけ目目数マーカーを入れます。あと表2目編めました。こんな感じになっています。そして編み地を返して2段目を編みます。2段目はまず最初の2目ガーターなので編むのは表目です。表2目マーカーは移動してそして裏目を編みます。マーカーが来たら移動してまた裏目マーカー移動で最後のマーカーまで裏目を編みます。マーカー移動あと2目は表目です。2段目編み終わりました。こんな感じです。表から見るとこんな感じ。これでショールを編む準備ができました。以降左右の端の2目はショールの縁エッジになります。この2目はガーター編みをしていくので表を見て編む段でも裏を見て編む段でも表目を編みます。中央の2つのマーカーに挟まれた1目矢印で示した目がショールの中央の目になります。この両側がショールの左右の両翼になります。両翼は同じように編んでいきます。エッジ以外の目は表を見て編む段では表目または模様編みを編み裏を見て編む段では裏目に編みます。引き続き編んでいきましょう。次の2段のチャートを出しています。マーカーの横矢印の位置で掛け目で目を増やしていきます。では編んでいきます。表を2目と失敗してますね。1目目2目目マーカー移動掛け目表目を3目次のマーカーまで編む感じです。で掛け目マーカー移動表1目マーカー移動掛け目次のマーカーまで表目で掛け目マーカー移動表に掛け目がちょっと移動してましたので直します。表目2目これで最初の段が編めました。編み地を返して次の段まず表目を2目そしてマーカーを移動して一番最後のマーカーの手前まで裏目を編みます。マーカーまで来たらマーカーを移動またマーカー移動
最後のマーカーまで裏目を編みます。マーカー移動を表目2目編めました。表側から見るとこんな感じです。以降のチャートを出しています。今編んだ2段と同様に往復のセットを何回か編んで、左右両翼のマーカー間が11目ずつになるまで編みます。裏を見て編む段で終わります。次の1セットを実演しますね。表目2目、マーカー移動、掛け目、次のマーカーまで表目を編みます。そして掛け目、マーカー移動、表目、マーカー移動、掛け目、次のマーカーまで表目、そして掛け目、マーカー移動、表2目編めました。そして編み地を返して裏を見ながら編む段です。表2目、マーカー移動、そして最後のマーカーまでずっと裏目を編みます。マーカーまで来たらマーカーは移動、ずっと裏目です。最後のマーカーまで裏目を編みます。マーカーまで来たらマーカー移動、最後の2目は表目です。編めました。同様にして両翼の2つのマーカー間が11目ずつになるまで繰り返して編んでみてください。あと2セットになりますね。両翼のマーカー間が11目ずつになるまで編めました。引き続いて両翼にレース模様を編んでいきますが、表を見て編む段でマーカーの横で掛け目で増やし目をするのはずっと行っていきます。次、レース模様に入っていきましょう。ではいよいよレース模様に入っていきましょう。レース模様のチャートを出しています。このチャートの中央の3本の線でできた記号は右上3目1度の記号です。ここで少し脱線して右上3目1度についてお伝えしたいことがあります。順を追ってチャートの説明もしますので心配しないでくださいね。一般的に右上3目1度はこのように編む場合が多いかと思います。表目を編むように滑り目、左上2目1度のように2目を一度に編み、滑った目をかぶせる。こんな感じですね。実はというほどのことでもないのですが、私はこうやっていつも編んでいます。
表目を編むように滑り目を2回、表目を編んで滑った2目を編んだ目にかぶせる。こんな感じです。これはこのようにも編めます。表目を編むように滑り目を3回、そして滑った目に左側から針を差し入れて、そのまま表目を編む。こんな感じですね。この方法だと間違えた時に解くのが簡単なんです。こんな感じですね。目のかかり方は逆になってしまうので、こう直したりするんですが、どちらでもお好みの方法で編んでみてください。ショールのチャートの説明に戻りますね。このチャートはショールの両端のエッジの2目ずつと中央の1目を除いた部分の編み方を示しています。赤い四角形は繰り返し編む部分になります。少し分かりにくいですが、左右両方の端は青い線になっていて、マーカーの位置を示しています。まず1列目、この黄色で囲まれた部分はこんな風に編みます。左右の両翼はそれぞれこんな風に編みます。次の2列目、青で囲まれた部分はこんな風に編みます。赤い四角形で囲まれた部分は繰り返しになっています。1列目の模様とは互い違いになっているのがポイントです。さらに3列目、赤で囲まれた部分はこんな風に編みます。1列ごとに繰り返しが増えていきます。もう一つこのチャートのポイントがあります。繰り返しを示す赤い四角形の左側に右側にはない一目がありますね。この模様は左側に一目があることで編み地の中でアイレットが左右対称になる模様です。このことを頭に入れて編んでいってください。わかりやすくするため繰り返しの境目にすでに入っている青いマーカーとは別の色のマーカーを入れていきますね。両端のエッジの2目ずつ中央の1目は今表示しているチャートには含まれていないことに気をつけてください。エッジの2目ずつはガーターなので、ショールの表側を見て編むときも裏側を見て編むときも表目を編みます。中央の1目は表側を見て編むときは表目、裏側を見て編むときは裏目を編みます。では編んでいきます。まずエッジの2目、表2目、マーカー移動、ここからチャートです。かけ目、繰り返しの境目のためにマーカーを入れます。そして繰り返しの始まり、1目表目、かけ目、表目を3目、右上3目1度、そして表目3目、かけ目、繰り返しの境目のマーカーを入れます。そして表目1目、かけ目、マーカー移動、中央の1目、マーカー移動、半分編めましたね。で繰り返しでかけ目、繰り返しの境目のマーカーを入れる、表目、かけ目、表3目、右上3目1度、で表目3目、かけ目をして繰り返しの境目のマーカーを入れる。そして表目、かけ目、マーカー移動、
エッジの2目、1段目が編めました。今1段目を編みながら入れた目数マーカーの位置を見ていただくと、青いマーカーとの間の目数が違っていますね。この特徴は編んでいく中でずっと続いていくことを覚えておいてください。この繰り返しの境目のマーカーはない方が分かりやすいという方もいらっしゃると思います。その場合は使わなくて大丈夫です。2段目に進んでいきます。両端のエッジの2目ずつは表目、それ以外の目はすべて裏目に編みます。今後、ショールの裏側を見て編む段では、すべてこのように編めば大丈夫です。段2が編めたところです。チャートと見比べて目数を確認してください。段3を編んでいきます。まずエッジの2目を表目に編みます。青いマーカーを移動して掛け目表目1、ここから模様になります。表2目、掛け目表2目、右上3目一度、表を2目、掛け目表目1、これで模様が終わりました。そして表目を2目、掛け目青いマーカー移動、中央の目は表目1、青いマーカー移動を掛け目表1、またここから模様です。表2、掛け目表2、右上3目一度、表2目、掛け目表1、これで模様が終わりました。そして表2目、掛け目青いマーカー移動、そしてエッジの2目は表目に編みます。段3が編めました。編み地を返して段4を編みます。段4を編み終わったところです。ずいぶん模様がはっきりしてきました。チャートに従って段10まで編み進んでいってください。段10まで編み上がりました。1列目が編み上がったことになります。レースの感じが出てきてワクワクしますね。この調子で編んでいきましょう。さて、2列目は繰り返しの位置が1列目とは互い違いになっているので、繰り返しを区切るマーカーの位置も取り替える必要があります。あらかじめ2列目のマーカーの位置にオープニングマーカーをつけて編み始めると分かりやすく間違い防止になります。編み慣れていてかえって邪魔になる場合はオープニングマーカーも目数マーカーも使わなくて大丈夫です。オープニングマーカーを入れてみました。ショールの右半分のオープニングマーカーの位置はこのようになります。一番右側は青い目数マーカーのすぐ左側、真ん中のオープニングマーカーは右上3目一度下位置のすぐ右側、左側のオープニングマーカーは青い目数マーカーから1目置いた位置です。オープニングマーカー間は10目になります。ショールの左半分も同様になります。一番右側のオープニングマーカーは青い目数マーカーのすぐ左側、真ん中のオープニングマーカーは右上3目一度下位置のすぐ右側、左側は青い目数マーカーから
一目置いた位置です。一番左側の青い目数マーカーが見えていませんね。ごめんなさい。ちょうど指に隠れた位置にあります。では、2列目の段1を編んでいきます。編み進みながらオープニングマーカーを外して目数マーカーを入れていきます。まずエッジの2目を編んで青いマーカーを移動、かけ目、そしてオープニングマーカーを新しい目数マーカーに入れ替えます。この段ではずっと赤いマーカーを使っていきますね。そして模様の繰り返し、赤い四角の模様の段1を編みます。途中で1列目で使っていた目数マーカーがあるので、これは外します。右上3目1度の途中に入っていますね。繰り返しの模様の残りを編みます。オープニングマーカーまで来たので、新しい目数マーカーに入れ替えます。そしてもう一回赤い四角の模様を繰り返します。またここで1列目で使っていた目数マーカーがあるので、これを外して右上3目1度します。模様の残りを編んで、最後かけ目、オープニングマーカーまで来たので、これを新しい目数マーカーに入れ替えます。かけ目が外れていたので、もう一回かけ目して目数マーカーを入れました。そして表目1目編んでかけ目、青いマーカーを移動。半分まで来ましたね。同じように繰り返します。オープニングマーカーを外して新しい目数マーカーに入れ替えます。そしてここから赤い四角の繰り返しの模様を編みます。途中1列目で使っていた目数マーカーを外して右上3目1度、模様の残りを編みます。オープニングマーカーを新しい目数マーカーに入れ替えます。そして赤い四角の模様を繰り返し、1列目で使っていた目数マーカーを外します。そして右上3目1度、模様の残りを編みます。オープニングマーカーが糸を割ってしまっているので、これは後で取りますね。新しい目数マーカーを入れます。そしてチャート通りに表1、かけ目、青いマーカーを移動、そしてエッジの2目です。これで段1が編めました。オープニングマーカーがすべて赤い目数マーカーに入れ替わりましたね。これで2列目を編みやすくなったと思います。チャートに従って段10まで編んでみてください。
2列目の段10まで編めました。葉っぱの模様が可愛く出ていますね。この模様がずっと続いていくわけなんです。頑張って編みましょう。チャートの段10と見比べて目数の確認もしてくださいね。3列目も2列目の最初と同様にオープニングマーカーをつけるところまで動画を撮ってみました。見る必要ない方は少しスキップしてください。オープニングマーカーを入れたところです。静止画では確認しづらいのでパンしますね。ポイントはショールの右半分では一番右側は青い目数マーカーのすぐ左側、繰り返しの模様の間となるオープニングマーカーは右上3目1度下位置のすぐ右側、一番左側は青い目数マーカーから1目置いた位置です。オープニングマーカー間は10目。ショールの左半分も同様になります。一番右側は青い目数マーカーのすぐ左側。繰り返しの模様の間となるオープニングマーカーは右上3目1度下位置のすぐ右側。左側は青い目数マーカーから1目置いた位置です。段1が編めたところです。オープニングマーカーを新しい目数マーカーに入れ替え、2列目で使っていた赤い目数マーカーは取り除きました。新しいマーカーには青以外のいろんな色の目数マーカーを使いました。引き続き段10までチャートに従って編んでいきます。3列目の段10まで編めたところです。もうこんなに葉っぱの模様が編めてきました。レースかわいいですね。もっともっと編んで葉っぱを増やしていきましょう。以降同様にチャートの段1から10までを繰り返していきます。さて、少し気が早いですが、どこまで編むかというお話をしますね。このショールはチャートの段1から10までを無限に繰り返して編めるので、好きなところまで編むことができ、どこで終わってもいいんです。私は頑張ってソックやニタまでここまで編みましたよ。突然ショールがこんなに成長してしまっていてびっくりしましたよね。この間かなり時間がかかっていますので、どうぞ皆さんも急がず編んでくださいね。どのくらいまで編むかというお話ですが、約 100g、400メートルで編む場合は13列、約 200g、800メートルの場合は19列まで編むことができます。私はソックヤン2玉、約 200g、800メートル用意していたので、19列目まで編みました。でも段10までではなく、段7でやめました。写真は段7まで編んだ状態です。どの段で終わっても良いのですが、チャートの段7でやめると、ショールの端が一番きれいに仕上がるのでおすすめです。この後、編み終わりのセクションとして、1段編んで、それから伏せ止めをします。編み終わりのセクションに必要な糸量は非常にざっくりですが、13列まで編む場合 4.5g、19列まで編む場合 6g です。編み終わり作業の糸が足りなくならないように気をつけてくださいね。それからこのサンプルのように途中で色を変える場合、また糸を継ぐ場合、このようにショールの端で糸を変えると良いです。こうしておくと目立たないように糸始末することができます。では、完成を楽しみに編み進んでいってください。編み終わりの作業をしていきましょう。まず、作業を完了した後の状態を見てください。表側から見て、1段裏目の段があり、その上に伏せ止めの段があります。今、私の編んでいるサンプルは、チャートの7段目まで編んだ状態、つまり表を見て編む段で編み終わっているので、まず
編み地を返して裏側を見る状態で一段表目を編みます。その後伏せ止めをします。もしも裏を見て編む段で編み終わっている場合は、編み地を返して表を見る状態で一段裏目を編みます。その後で伏せ止めをします。編む途中で目数マーカーは外していきます。もう掛け目はしなくて良いです。では編んでいきます。裏側を見ながらずっと表目を編みます。マーカーがあったら外して掛け目はもうしません。ずっと最後まで表目を編みます。表目を編んでマーカーは外して表目に編みます。ひたすら表目を編みます。こんな感じになっています。裏側から見ると裏目が出ていますね。引き続きずっと表目に編んでいきます。真ん中まで編んできました。ここももう掛け目はしなくて、マーカーがあったら外してすべての目を表目に編んでいきます。マーカーは外してずっと表目です。あと少しのところまで表目を編みました。あと少しです。マーカーを外してあと2目ですね。一段表目を編めました。そしたら編み地を返してすべての目を伏せ目していきます。この時緩めに伏せ目することを気をつけてください。ちょっと緩すぎるかなというぐらいで大丈夫だと思います。緩めに伏せ目していきます。なぜ緩くするかというと、ブロッキングするときにこの縁をギザギザにブロッキングしたいからなんです。きついと端が伸びないので、ギザギザにブロッキングすることが難しくなります。緩めに伏せ目していきます。こんな感じになっています。棒針で伏せ目しづらい場合は、代わりの方法としてかぎ針を使うと良いです。今回の場合、かぎ針で伏せ目しても全く問題ないので、やりやすかったらかぎ針を使ってください。この場合もきつくならないように緩めに伏せ目していきます。緩めに伏せ目していきます。長い道のりですが、最後まですべての目を伏せ目していきます。こんな感じになっています。
この部分を伸ばしてブロッキングします。この模様ですとこの場所が自然に伸びてくる場所になります。引き続き伏せ目していきます。最後まで伏せ目できました。糸端を少し残してカットします。もう少し長くてもいいかもしれませんね。編むところはこれで全て完了です。こんな感じになっていますね。さて次の作業なのですが、まずブロッキングしてから糸始末しようと思います。レースのショールはブロッキングするととても伸びるので、先に糸始末すると編み地がずれてしまう可能性があるからです。次ブロッキングに行きましょう。ではブロッキングしていきましょう。ここではウェットブロッキングの方法をご紹介しますね。この方法以外にもスチームアイロンで仕上げることもできます。ですがショールが大きい場合にはウェットブロッキングの方が楽にきれいに仕上げることができると思います。画像はウェットブロッキングに使用する道具たちです。下に敷いてあるのはジョイント式の柔らかいマット、ホームセンターなどで安く買えるものです。それからブロッキング用のワイヤーとピンです。必ずステンレスのものを使います。濡れても錆の出ないものを使います。ワイヤーはなくても大丈夫です。マットとピンだけあればウェットブロッキングすることができます。まずボールか洗面器にショールと水を入れてショールに水を含ませます。まんべんなく含ませてくださいね。次にショールを洗濯機に入れて脱水します。脱水だけです。洗わないように気をつけてください。画像は脱水したショールです。ではブロッキングしていきますね。手順は私のいつものやり方なので他の手順もあると思います。参考として見ていただけたらいいと思います。ワイヤーをショールの長いまっすぐな辺に通します。糸を拾って通していきます。こんな感じです。ワイヤーの最後に洗濯バサミをつけておくと作業中に抜けてしまうのを防げます。ワイヤーを通し終わったところです。次にもう一本のワイヤーをこのように通していきます。終わったらもう片方の辺にも同様にワイヤーを通します。合計3本のワイヤーを通し終わったところです。すべてのワイヤーの両端に洗濯バサミをつけて作業しています。ショールを広げてバランスを見ながらピンを刺して形を整えていきます。時々ピンを刺し直して左右が同じ形になるように整えます。ピンを刺し終わりました。きれいに成形できました。ブロッキングは面倒な作業ですが、レースショールを作る中で一番感動する工程かもしれません。私は毎回この時編んでよかったなぁと嬉しくなります。この状態で乾くまで置いておきます。乾いてピンを外すと少し縮む場合が多いと思います。ピンやワイヤーは尖っていて危ないので取り扱いには注意してくださいね。乾かして置いておくときも踏んだりしないよう、知らないうちに抜けてしまったピンで怪我したりしないよう気をつけてください。乾いたらピンやワイヤーを取り除きます。そして次は糸始末、最後の工程です。では糸始末です。まず編み終わりの糸を始末しますね。とじ針を使って糸を編み地に入れていきます。ブロッキングで編み地は広げてありますが、やはり編み地が釣れないよう糸を引きすぎないように気をつけます。
今ショールの端の部分、エッジの部分に糸始末していっています。今回の場合の糸始末では、糸始末した糸が表側から見えないようにというような配慮はあまり必要ないですね。気楽に糸始末して大丈夫だと思います。エッジの糸を拾っていきます。針で糸を拾っていきます。こんな感じ。ここに糸を通します。引きすぎないように気をつけます。途中で向きを変えて糸を編み地に入れます。この時最初に入れた糸を割るようにして針を入れていくとしっかりと糸始末することができます。また針先で糸を拾っていきます。ちょっとフレームアウト気味で見づらくてごめんなさい。最初に通した糸と同じ経路を通って糸始末していくと自然と最初に通した糸の繊維が絡まってしっかりと糸始末できると思います。ここに糸を通します。きつくなりすぎないように気をつけます。できました。次は編み始めの糸始末です。こちらもエッジに糸始末していきます。エッジに糸始末する場合、表側でも裏側でもどちらでも大丈夫です。糸を拾っていきます。針の先で糸を拾って、ここに糸始末の糸を通します。もう少し拾ってみます。ちょっとフレームアウトでごめんなさい。ここに通していきますね。糸がきつくなりすぎないように気をつけます。そしてこの場合も方向を変えて糸始末してやります。そうするとしっかりと糸始末することができます。せっかく入れた糸がほどけないように気をつけて糸を拾っていきます。こちらも最初に糸を通した同じ経路を通って糸始末するとしっかりと糸始末することができます。針先で糸を拾いました。ここに糸を通していきます。釣れないように、きつくなりすぎないように気をつけます。ちょっと途中までしか通せなかったので、
残った場所もさらに入れていきます。ここで糸を切ってもいいですけどね。糸が入りました。糸始末できました。あと糸始末が残っているのは糸の色を変えた場所ですね。ここですね。ピンクの糸端はピンクの編み地に、水色の糸端は水色の編み地に糸始末すると目立たないように糸始末できます。これで本当に完成です。お好きな糸でゆっくり時間をかけて編んでくださいね。きっとお気に入りのショールになると思います。長い動画をご覧くださってどうもありがとうございました。